横綱の心に残る名勝負シリーズへようこそ。こんにちは、有後藤です。今回はシリーズ第1弾としまして、第64代横綱曙関のもう一度見たかった心に残る名勝負シーンをお送りします。曙関は外国人初の横綱になった力士で有名ですが、実は初土俵の序の口から一度も負け越しと休場をせずに関脇まで昇進するという偉業を成し遂げています。その記録は20年経った今でも未だに破られていません。また謙虚さや礼儀正しさは日本人以上に日本人らしいと親方衆力士たちからの評価はとても高く、当時の横綱審議委員の方も称賛を述べたほどでした。それではそんな曙関の名勝負シーンをご覧ください。まずは平成5年1月場所、大関の曙は綱取り昇進をかけて、関脇の高花田は大関昇進をかけての千秋楽結びの一番から。千秋楽結びの対決、綱を目指す大関曙、史上最年少大関を目指します高花田。押し出し、強い曙、見事な相撲で3回目の優勝を勝ち得ました曙。一方的な相撲で高花田を破りました。千秋楽でライバル高花田を破り、2場所連続3回目の優勝を飾りました。この優勝で横綱昇進を決定づけました。本日曙君は横綱に全員一致で推挙されました。謹んでお受けいたします。横綱の地位を怪我さのよ敬軍に精進いたします。本日はありがとうございます。平成5年1月27日、大相撲史上初の外国人横綱が誕生しました。若隆ブーム、若隆フィーバー、聞き覚えのある方も多いのではないでしょうか。一大社会現象にまで発展した若乃花、貴乃花兄弟による活躍が大相撲を沸かせてくれましたね。平成5年7月場所千秋楽優勝決定戦、三つどもえ戦です。初の若隆対決が見られるかと期待する観客を尻目に、主役は若隆だけじゃないとばかりに曙が横綱の意地を示しました。若隆を立て続けに破り、同じく平成5年11月場所、先輩である大関小錦との対決。この勝負は小錦の門番がかかっている大事な一戦であり、また曙にとって小錦は外国人力士の道を切り開いてくれた大事な存在であった。後に曙は正直言って休場したいほど嫌だった。でも先輩に対し手加減するのは失礼だと考え、心を鬼にして全力で勝負した。あまりにも辛すぎる恩返しだったと引退時に語っている。
ただいまの決まりでは勝負がついた直後、あけぼのは先輩小錦に一礼をしている。次はあけぼのの天敵とされた高遠力との一戦から。当時高遠力はあけぼのキラーと言われるほど有名だった。平成6年3月場所、横綱あけぼのと前頭12枚目高遠力の優勝決定戦です。高遠力の土俵を振り返るとき、忘れることができないのがあけぼのとの熱戦の数々です。随分仕切り線近くに尊居しました高遠力。出るあけぼの、あけぼのこらえた、突き合い、あけぼの出る、引き落とし、あけぼの優勝です。平成6年11月場所、福岡国際センターでの貴乃花横綱昇進のかかった取り組み。あけぼのの横綱昇進がかかった取り組みも相手は貴乃花でしたね。当時本人同士はもちろん観客の方々もライバル同士の熱い勝負になると湧いていました。館内の拍手は鳴りやまず、大相撲史に語り継がれる歴史的大熱戦をご覧ください。残ったあけぼの、小手投げ、貴乃花もろ差し、あけぼの寄る、貴乃花全勝優勝、2場所連続の全勝、30連勝。最後は平成12年11月場所千秋楽から。第67代横綱武蔵丸との取り組みです。この11月場所は3横綱5大関が全員千秋楽まで解禁し、さらにこの8力士全員が9勝以上の勝ち越しになるというハイレベルな戦いになりました。千秋楽20世紀最後の一番はハワイ出身横綱同士の対決となりました。勝てば幕内最高優勝が決まります。敗れると琴光との優勝決定戦。張差し突き放した。しかし武蔵丸右が入りましたが、あけぼのが左の上手。懸命にしのぐ武蔵丸。あけぼの勝負、寄り切りあけぼのの勝ち、あけぼのの優勝決まりました。20世紀最後の賜杯を手にしたあけぼの。福岡場所、相撲取ったの4年ぶりですけど、もう本当、楽しませてもらいました。もう元気いっぱい上がってますから、もうとにかく負けないように、自分なりに努力して、また賜杯抱けるように頑張ります。あけぼのは14勝1敗の成績で合計11回目となる優勝を果たしましたが、これが結果的にあけぼの自身最後の幕内優勝となりました。翌年1月、両膝の怪我の悪化がすでに限界を通り越しており、その回復も見込めず引退表明する運びとなりました。大相撲に外国人横綱の道を切り開いてくれたあけぼのの心に残る名勝負、いかがでしたでしょうか。この動画が良かった方は高評価をお願いします。それではまた横綱の心に残る名勝負シリーズでお会いしましょう。